砂降りの雨バスは来ないし傘を買おうか気がつけばあったはずの財布がない裏道歩けば上司の不倫を見つけ明日は左遷か急ぐにかろうは25年夢は逃げるかきはぐれ出す足のかちょいとお待ちよ兄さんあんたのせいじゃないのよ悪は妖怪もののけここにゃんじゃんじゃいるのよそれが都会よそれが世界よ君の不幸な好物やそんな時には迷わず我が社に電話ください貧乏神に死神鬼にハンガにドラキュラ拝み倒して払い清めて無縁なん成仏この綾香お姉様をたばかろうだなんて100年は早くてよ守ちゃん。おはようございます。守くん。彩香さん、お仕事ですよ。お待たせしました。あ、どうも。ありがとうございました。お気をつけて。ドラキュラですか？はい、実は最近になって分かったのですが、国の文化財となっていたドラキュラの棺が日本の資本家に手渡ったらしくて。バブルの時代に妙なもの買い漁った連中がいますからね。はい、実にお恥ずかしいことなのですが、
おそらくは。つまり棺の中に吸血鬼が眠っていたと？そうとしか考えられません。犠牲になった女性は首筋に同じような傷跡があり、体中の血液がほとんどなくなっていたと聞きました。これは我が国のトランシルバニア地方に伝わるドラキュラ伝説にあまりにも似ているのです。報酬に糸目はつけません。ぜひお力を。糸目はつけないか。あれ、お客さん？狩野さんがケーキ買ってくるなんてね。雪どころか天から悪魔大王が降ってきたりして。もうこんなこったろうと思ったわ。いや石原さん、狩野警部補はどちらですか？あの人机に座った試しないからね。出かけちゃうと糸の切れたタコみたいなもんだよ。今朝までにデスクの上はきれいに片付けてくださいとあれほど言ったのに。見ろ、埃が立ちました。うわ、こんな茶だね。こりゃまずい。うちの殺人家は変質者の犯行の一点張りで、いや、こういう事件はやっぱり彩香さんの有限会社じゃないとね。このおだて上手。間違いないみたいね。たまには警察も役に立つ。さすが狩野さん、警視庁の敏腕警部で、今後も私の捜査に協力してくれるわけね。いや、そうまで言われると手伝わないわけにはいかないかな。助かるわ。足引っ張らないでよね。いい？参ったな。社員ナンバー1016個、主につきものを落とすのを得意とする。これじゃないな。社員ナンバー666水明、気学と西洋占星術、主に密教の修練を積んだことで霊気や邪気の出現区域を特定。水明さんか。わかった。ありがとう、守くん。で、何が知りたい？結婚ないよ。仕事。水明さん、レンズのキャップ。守ちゃんから聞いたよ。吸血鬼だってね。分かってるんなら早く言ってよね。名所。まずお題をもらわないとね。後で振り込むってば。あたしの人生のモットーはいつもニコニコ現金払い。毎度領収書は後で送るよ。困った時にこのあたしを頼ってくるなんざ、あんたも少しは世間っていうものが分かってきたようだね。ごらん、この写真から何がわかる？ごく普通の部屋にパジャマ姿の女子学生。ねえ、彼女の襟元に寄ってみて。もっと襟と首の境目をアップで。ドラキュラのラブメッセージ。水明さん、彼女の瞳をできるだけ拡大してみてちょうだい。見つけたわ、ドラキュラの花嫁。吸血鬼ドラキュラ、人の血を吸い永遠の命を得る。処女の生き血を好み、一度目をつけた獲物に執拗にこだわり、決して逃がさない。
天はニンニク、太陽の光、聖水、十字架。処女ばかりを付け狙うなんて、そこらのスケベ親父と変わりないじゃない。法隆霊風聖剣。狩野さん、大丈夫、気を失ってるだけだ。その子をお願い。その子って彩香さん。待ちなさい。この待てこの。慶應女子大学文学部1年、水野真紀子。19歳一人暮らし。よりによって吸血鬼ドラキュラに見初められてしまった美しいお姫様。かいあなたは怖がらないで。有限会社？若さってとてつもなく偉大だわ。徹夜には気をつけなきゃ。彩香さん、お腹空かない？何か買ってくるけど。ナタデココがいいな。ナッターでココアね。ナッターでココア、ナッターでココアと。ちゃんと分かってんのかしら。マキコちゃん、お待ち。今日は逃がしゃしないわよ。納豆でココア、納豆でココア、納豆とココア、これでよし。彩香さん。吸血鬼って夜型じゃなかったっけ？しまった。トランシルバニア。吸血鬼のセオリーさえも無視して真っ昼間から若い娘をたぶらかし。吸血鬼だって？誰あのおばさん？
誰がおばさんだって？おばさん、彼氏元気してる？私帰る。ごちそうさま。お金ここ置いときます。お姉様、お先に失礼します。いつまでそんなところに隠れてるの？はい。この辺も最近物騒よね。そうですか。ほら、深夜の女性連続殺人、割とこの近辺が多いじゃない？お待たせしました。被害者は全て若い女の子だって言うじゃない？やだ、美味しい。そうなんです。美味しいんです。おいや、全くもったいない話です。若い女性は貴重です。そうね、こんな店は女の子のお客が大事よね。そうなんです。それもただ若ければいいのではないのです。必要なのは若く美しく上品な女性です。この美しいティーカップのように。それをあのバカ者が。あれ？何を？あなたを退治するわ。その牙、その身のこなし、4人も5人も襲っておいて、よくそんなことが言えるわね、この吸血鬼。いや、そんな誤解です。襲ったのは私じゃなくて。問答無用。もらったなんで？ちょっと最近貧血で。貧血？はい。どう具合は？だいぶ楽になりました。すみません、お店まで手伝ってもらっちゃって。いいのよ。でも吸血鬼が貧血とはね。ああ、ここんとこ血が足りないんです。この3ヶ月一滴も飲んでないんです。はあ？もう19世紀ではありませんからね。吸血鬼には辛い時代です、現代は。だから吸血鬼も体質改善を迫られたのです。努力の結果、太陽の光も直接見なければ耐えられますし、十字架やニンニクもなんとか大丈夫になりました。ただ一つ残ったのが血です。これだけはいただくしかありません。なんだ、やっぱり吸ってるんじゃない。1回 200cc1 年4回です。決して相手の健康に影響は与えておりません。献血じゃないって。飲んでも飲まれるな。ただしその血が処女の血しか受け付けないのです。この東京でそんな女性を見つけるということがどんなに大変か。当然処女でタバコも薬も酒も飲まない濁りのない血液を持った女性など。私でよければ 500cc くらいあげてもよくってよ。お気持ちだけで。どういうことよ。いえ、お姉様の場合は血液にだいぶお酒が混じりすぎているようで。マキコさんにはここ何度かお世話になっています。実に素晴らしい血液です。澄み切った一点の曇りもないその味わい。まったくこんな時代にあれほど美しい血液を持つ女性がいたなんて。しまった！マキコさん！
もう一人吸血鬼がいるのね。はい、それも蘇ったばかりのじゃあ連続殺人の犯人は？やつです。大変。こういう時こそたくさん食べて元気出さないとね。マキコちゃん。本当に頼りにならないんだから、カリノさん。もうカリノさん、カリノさん。マキコちゃんはどうしたの？東京タワー？ちょっと待った！もうダメみたいです。上出来。その子は渡さないわ。逃がしゃしないわ。首を洗って待ってらっしゃい。何か手伝いましょうか。私が展望台に飛び込んだら太陽が出るまで吸血鬼が外に出られないようにしたいの。できる？なんとかできると思います。オッケー。行くわよ。3、2、1、ゴー！この世にはびこる魑魅魍魎、力なき人々を苦しめる迷える亡者どもよ。有限会社代表取締役如月彩香、ただいま参上。こんなのあり？交流冷風政権。今よ。マキコさん。あら、下心見え見え。牙が出てるわよ、牙が。彩香さん！
使館からの報酬がこれだけで、傾いた電波塔と半壊した展望台の修理代は優香と折半だから、優香で出せるのはこれっきゃないの。ちょっと親方日の丸でしょ。まさか赤字ってことはないわよね。よかったら今日のお茶代は私が。当然よ、マスター一人幸せなんだから。すいません。アホくさ。ミニのガソリン代と高速代、駐車場代、前払いの水明さんのギャラ、今回も大赤字です。太陽を跳ねつけたソビエトビルディング、青空を引き裂いてねじれるハイウェイ、素顔など見せないさ真昼の都会、過ちた偽りを埋め込んだ街、優しさがここじゃ伝えにくい、そうさ増えすぎた魔物たちが邪魔をする、受けてやるわさあ恋に薄な酒を断ち切って、怒り震え歪められた魂どもよ、私たちも被害者、あんたたちも犠牲者さ、血に塗られた道ならさ、覚悟を決めてお祓いしましょう。大病院で次々に起こる不審な死、その裏にうごめく怪しい力、事件解決のために我が社の精鋭社員が勢ぞろい。有限会社次回の事件ファイル、地の果てまで君とエンド・オブ・ワールド、如月彩香が引き受けます。彩香さん大丈夫？外れ馬券を握りしめれば降り出す土砂降りの雨、バスは来ないし傘を買おうか、気がつけばあったはず
ゃないのよ。悪は妖怪もののけ、ここにゃうじゃうじゃいるのよ。それが都会よ、それが世界よ。君の不幸が動物へ。そんな時には迷わず我が社に電話ください。貧乏神に死神、鬼にハンナにドラキュラ、拝み倒して払い清めて無縁なん成仏。男に先立たれ、のっぺの栗の古寺に喪服姿で涙をさえて、お客さん紛れて一人見送る。お客さん、もうすぐ新宿ですよ。シャンよいしょ。お客さん、影女の正しさだめ。今いいとこなの。あ、そうなの。あたしてはやれぬ。歌は心。あんたにほだされた、ごけと言われる悲しさだめ。女じ墓にも。お客さん、ブレーキ踏んで。やめてくださいよ、お客さん。ちょっとカラオケ止めたって怒ったんならまたつきますからね。なんてこと。守くんだな、朝っぱらから縁起の悪い。ちょっわかりました。もう起きます。
ますから。なんで私がそんなことしなくちゃいけないわけ？覚えてないんですか本当に。全然。彩香さん、昨べ酔っ払ってタクシーの運転手さんに絡んだんですよ。おかげでタクシーが壁に衝突しちゃって、彩香さんは新宿署に保護されるし、留置場まで僕が迎えに行ったんですよ、夜中の3時に。お仕事はゼロ。彩香さん、お見舞いどうするんですか？誰のお見舞いに行くの？だから運転手さんの肩にひびが入ってるんですよ。検査もあって入院してるんです。彩香さんのせいなんですよ。大きな声出さないで、二日酔いなんだから。何よこれ、深夜の玉突き衝突、死者3人ですって。物騒ね。まず白い方を飲みます。10分置いて赤い方を飲んだらレントゲン室に行ってください。おーい。どうしてそんな大きな花束買うんです？うちの経済状態考えてください。やっぱり花束は大きくないとね。相手様だって迷惑ですよ。おい、お二人さん。カリノさん。どうしたんだい、二人揃って。お見舞いです。これはまた随分と。彩香さん、酔っ払ってタクシーの運転手でも殴ったの？殴ってなんかないわよ。図星なの？ダメだよ。いつも言ってるでしょ。酒は飲んでも飲まれるなって。大きなお世話よ。カリノさん入院してるんですか？ああ、これ今日から3日間人間ドックなのよ。最近体の調子がおかしくてね。やっぱストレスかな。優香ってストレス溜まるほど仕事あったんだ。全部下請けに出してるから暇なはずじゃなかったの？それがさ、その下請けの社長が主乱なのよ。ちゃんと仕事になるか毎日心配で眠れないんだよね。守くん、行くよ。はい。待って、彩香さん。守君、見舞いの相手本当にタクシーの運転手？306号室の佐野さんです。それじゃあ。306号室佐野か。ちょっと遅かったかな、彩香さん。そんな。今日の朝方、容体が急変したって連絡が。私が着いた時はもう。でも肩の骨にひびが入っただけって。如月さんには感謝してるって。おかげで玉突き衝突に巻き込まれずに済んだって。ゆうべそう言って喜んでいたのに。消えた。奥様、この度は誠にご愁傷様です。実は私どもこういうものですが。
な夜中に手術かい。消えた。そんなバカな。消えたわ。そう消えたね。水明さんの八景神でも取り逃がすとなると、空間をねじ曲げたのさ。相手は用心深いね。ちょっと手強いかもね。これは相手の手がかり見当つく？召喚型の魔物だね。結構力はあるけど、呼ばれないとこの世に出てこれないんだよ。はい、現金で頼むよ。ちょっと前回も未払いなんだよ社長。はい、こちら有限会社。彩香さん。調べはついた？ええ、ひどいもんです。この半月で不審死が14件。今遺族に連絡取ってます。反応はいいですよ。依頼は6件になりました。はい、今データを送ります。はい、それじゃ。よし。ずいぶん儲けてるじゃないこの病院。先生、そろそろ朝の回診の時間です。せーの。やっぱり仮病だったんだ。彩香さんも人間ドック？警視庁は1年以上前からこの病院に目をつけてたんだ。普通の病院よりほんの少し不審死が多いってだけなんだけど、その人たちの腹部には必ず手術跡がついていた。となると考えられるのは一つだけ。何よ？臓器売買で、1年前に実際に調査が入った。ところが証拠不十分で大失敗で、この病院はやり放題ってわけ？でもない。さすがに警戒したのか、この病院ではその後不審死は出なかった。ところがこの半月前から。また始まった。警視庁が踏み込めばいいのに。そうもいかないんだな。今度の死んだ患者には腹部に手術跡がないんだ。これじゃまた証拠不十分。
一度失敗してるしね。綾香さん。今日は見失う心配はなさそうだな。でもおじさんにはきついかもよ。え？来たわ。綾香さん、綾香さん。そこまでだ。警視庁優香だ。浅間病院長、誘拐その他の容疑で現行犯逮捕する。本部だ。やる？なんだ今の。一発くらい当てなさいよ。面目ない。しつこいわね。中年男のお医者さんごっこも少し度が過ぎたようね。おとなしくお縄につきなさい。綾香さん。往生際が悪い。ちょっとまずいかも。あら？なんて力。こりゃもう。逃げろ！綾香さん。離れてて。光流冷風聖剣五芒障壁陣。
くわ。我が有限会社の社員で、その名もロッコ。得意技は人間に取り付いた魔物を落とすことなの。やったか。まだよ。逃げてるんだろ。逆よ、まだ諦めてなんかいない。今ので失った力を取り戻す気なの。手術室には餌が残ってるから。あの子いかん。くそ。下がって。どうするんだ彩香さん。この子は。狩野さんは初めてね。最近入ったアルバイトの子。お疲れ様。6号ななみちゃん、現役の女子高生だからアルバイト扱いなの。ほんの少し力のコントロールが効かないのが難点ね。ほんの少し。ちょっとドキドキしちゃった。やはり契約しておったようですな。契約？そう、妖魔と契約して手術の傷跡を消す。犠牲者の内臓は院長のもの、魂は妖魔のものってわけ。これで事件は解決ね。一つの事件で6件も依頼が取れるなんて、今回はなんてついてるんだろう。ただいまー。カンバック。彩香さん、だいぶ赤字が。いいでしょこれ。こういうの欲しかったのよね。結構安かったのよ。だからついでにいろいろ買っちゃった。いろいろ。この前の仕事でずいぶん見入りあったじゃない。たまには贅沢しないとね。ずいぶん見入り、たまには贅沢。ではこれを一つね。私にしてはいい買い物でしょ。太陽を跳ねつけたソビエト軍人
巨大デパートを揺るがすサハラの呪い。古代文明の扉を開けてしまった美しい被害者に迫るのは神の怒りかこの世の欲か。有限会社次回の事件ファイル。誰よりも誰よりも君を愛すラブミーテンダー。如月彩香が引き受けます。彩香さん大丈夫ですか？外れ馬券を握りしめれば降り出す土砂降りの雨。バスは来ないし傘を買おうか。気がつけばあったはずの財布がない。裏道歩けば上司の不倫を見つけ、明日はさせんか急ぐにケロンは25年夢は逃げるか気はぶれ出す足のか。ちょいとお待ちよ兄さん、あんたのせいじゃないのよ。悪は妖怪もののけ、ここにゃんじゃんじゃいるのよ。それが都会よ、それが世界よ。君の不幸が好物や。そんな時には迷わず我が社に電話ください。貧乏神に死神、鬼にハンナにドラキュラ、拝み倒して払い清めて上なん成仏。誰だ？そこにいるのは。
おはようございます。お仕事です。昨日お話ししたでしょ。今回は破格のギャラが提示されてるんです。さあ早く支度してください。遅い。一体いつまで人を待たせるつもりなの？早川さん、落ち着いてください。だっていいですか。くれぐれも相手の機嫌を損ねたりしないでくださいよ。ここの社長さんは金払いがいいので有名なんですから。分かってますよ。中杉だ。おお、こんな美しい女性が除霊を。美しいだなんて社長さんたらお上手ですこと。今朝の新聞は見たかね。はい。今回のイベントは文化庁と外務省の講演を取り付けている。成功させないことにはいろいろと問題でね。任せてください。この手の事件は我が社が最も得意とするところです。私は幽霊とか呪いとかそんなバカバカしいことは信じない。ま、一応調査をしてお払いでも何でもしてくれればそれで結構。報酬は小切手でいいかな。金額は好きに書き入れたまえ。これ金じゃない。有限会社の方々ですね。あなたは？サハラ店の企画責任者小川夏樹と申します。どうかよろしくお願いします。古代サハラ王国は3年前に発見されたばかりで、一般公開されるのは世界的にも今回が初めてなんです。だからなんとか成功させたくって。素晴らしいお仕事ですね。でも本当に呪いなんて。それをこれから調べるのさ。どう？水明さん。大丈夫。ここにあるもんには呪いなんかかかっちゃいないよ。小川主任、ちょっとお願いします。はい、それじゃあ。例の出た形跡があるよ。ちょっと、だって今さっき。こんなところで霊が出たなんて言ってごらんよ。そっか。それよりこの霊障はどうもあの若社長と関係ありそうだよ。中杉社長と？気をつけろ。すいません。小川です。入りたまえ。失礼します。この前の件だがどうかね。考えてくれたかね。そのことでしたらはっきりお断りしたはずです。堅苦しく考えることはないんだよ。ただプライベートで僕と付き合ってほしいだけなんだ。君をもっとよく知りたいんだ。サハラ店のためにも。へえ、あの社長夏樹さんに。ですが私は。君の企画をここまで持ち上げてきたのはこの私だったはずだよ。仕事があるので失礼します。あんな小娘。社長のタイプじゃないでしょ。君のような女もいいが、たまにはああやって堅くなまでに自分を守ろうとする子もいい。苦しめば苦しむほど美しくなる。そして最後にはこの手に落ちる。もう昼間から何してんの、彩香さん。狩野さん。アルバイトですか？その格好似合いすぎですよ。どうもありがと社長室はあそこね。う。ひょっとして言うかも？そう、例のサハラの呪い。
失礼します。あ、今取り込んでて。いやなんだ君は。見ちゃった。中年。待って、ねえみんな待って。開催日までもう時間がないの。社長命令で深夜作業は禁止されてるんです。また明日頑張りますから。小川さん、長杉社長がお呼びです。まだ仕事が残っています。何をするんです。人を呼びますよ。誰も来やしませんよ。話してください。何しやがるこの。手間取らせやがって。なんだ。この世にはびこる魑魅魍魎、力なき人々を苦しめる亡者どもよ。有限会社代表取締役如月彩香、ただいま参上。光龍英風聖剣。我々はただ社長の命令で。ったく、あの社長にしてこの部下ありね。夏希さん、大丈夫？如月さん、どうして？いや、ちょっと。あら、夏希さん、この写真ひょっとして彼氏？まあ一応。憎いね、この。で、どうなの？この人と結婚するとか？結婚したかったな。ななみのお手製ケーキ、もうすぐ焼けますよ。ななみちゃん、ついでにお茶の用意もお願い。はい。彩香さん、サハラ発掘の経緯分かりましたよ。本当？調査隊が遺跡を発見することができたのは怪我の巧妙とでも言いますか。何それ？調査隊の一人が遭難、その捜索中に偶然サハラの遺跡を発見。遭難した人は？遺跡の近くで遺体で発見されたそうです。当時大学院生だった成田東さん。この人。うわあ失敗しちゃった。やっぱりふくらし粉入れすぎちゃったのかな。ダメだこりゃ。準備作業の遅れに関して役員の中には君の責任を問うべきだという者もいる。それじゃサハラ展は？中止するしかないな。大丈夫、すべて私に任せてくれたまえ。役員を納得させれば済むことさ。私は君の味方だよ。とりあえず今夜の作業は中止したまえ。今日は逃がさないわよ。ロッコン。ほんまゆきがじいさまか、ほんまゆきがじいさまか。ちょっと待ってください。素直に成仏せい。お願いです。僕がいなくなったら彼女が。
訳を聞かせてちょうだい、成田くん。なるほど、みんな夏希さんのために。はい、こっそりサハラ店のお手伝いをしていたのですが、人に見られてしまってこの騒ぎです。まったくドジね。いえ、僕お酒はあんまり。何よ、さっきから一口もやってないんじゃないの？すみません。じゃあ夏希さんとの馴れ初めなんか聞かせてもらっちゃおうかな。僕たちが出会ったのは大学の考古学研究室で、僕たちはすぐに恋に落ちました。やがてサハラ王国の調査が始まることになり、僕は調査隊員の一人に選ばれたのです。未知の遺跡の発掘は子供の頃からの夢でした。でも夏希さんとはしばらく離れ離れです。僕たちは約束しました。発掘調査から帰ったら結婚しようって。そこまで言っといてなんで遭難なんかしたの？あんたか、バカな男のせいで泣きを見るのはいつも女なんだからさ。すみません。捜査は難航し、遺跡は発見できず、とうとう打ち切りが決定されました。納得いかない僕は独断で以前から目をつけていた砂漠の中央部へ一人で乗り込んでいったのですが、僕の命が消えようとしたその時、僕は見たんです。夢にまで見たサハラ王国の遺跡を。僕を救助に来た捜索隊がそれを発見して、僕は満足でした。でも彼女に夏希さんに悪いことを。超がつこバカちゃんね、あんたは。本当バカです。飲め飲め。でも夏希さんはこんな僕の命がけの夢を引き継いで遺跡の展示会をなんとか成功させようとしているんです。ところがそれにつけ込んで長杉社長が夏希さんに。とんだセクハラ野郎だったわけだ、あの社長。僕のやることはみんな裏目に出てしまって、本当に僕ってダメです。分かった。全部分かったから私に任せなさい。とにかく彼女あのスケベから守ってやりゃいいんでしょ。はい、よろしくお願いします。その代わり君もお化け騒ぎはここまでよ。いい？はい。よーし、とうとう決まりばん飲みましょう。はい、どうぞどうぞ。さあ、彩香さんもどうぞどうぞ。カラオケがないのが残念だよね。たまにはアカペラもいいか。歌ってちゃらちゃってちゃんちゃちゃんちゃんちゃん、どこが頭やらおけつやら。今日の役員会での結果が思わしくなくてね、このままでは中止するしかないな。そんな。が私は君の返事次第では強行にやってもいいと思っている。君のためにね。明日の6時、晴美の会社の倉庫前で待っているよ。中止するもしないも君次第だ。成田君。いつも言ってるでしょ。冷や酒には気をつけなさいって。いいからどうやってくれる？中杉社長張るね。でも優香の管轄じゃないなそれ。お役所ってどうしてそう融通が利かないの？そう言われると弱いけど。でも彩香さん、お仕事の方は？夏希さんを守れば成田くんはおとなしくしてくれるんだから、仕事の依頼は解決でしょ。第一これは一人の女性のピンチなのよ。頼りにならない誰かさんになんかもう頼まないわ。彩香さん。
約束してください。サハラ展はやると。乗りたまえ。おかしいな。留守みたいですよ。成田くん、会社でおとなしくしててちょうだいって言ったでしょ。はい。彩香さん、狩野です。中杉社長、夏希さんを車に乗せて三浦半島の方に向かってるみたいよ。これってやばい状況なんじゃない？しまった。夏希さん。待って成田くん。ここで見失っちゃ彩香さんに合わせる顔がない。あれもうすぐ葉山の別荘だ。そこなら誰にも邪魔されない。2、3日ゆっくり楽しむ。そんな、それじゃサハラ展は。安心したまえ。スタッフは準備してある。金さえ積めば呪いなど気にしない奴はいくらでもいるさ。それとサハラ展は中止するかね。いい子だ。今のは一体。これは。誰だ貴様。許さない。待って。これ以上はダメよ。彩香さん。すみません。どうしてもその男を許せなかったんです。夏希さん、夏希さん、もう大丈夫だよ。夏希さん、サハラの呪いはこれで消えるから。成田くん、よかった。気がついたわね。如月さん。中杉社長。セクハラ男に天罰が下ったの。よかったわね、盛況で。きっと成田くんも天国で喜んでくれてるわ。はい。でもなんだか私思うんです。あの時助けてくれたのは彼じゃないかって。そうね。ひょっとしたらそうかもね。それじゃ。本当にこれでいいの？僕はもう死んだ人間です。
彼女を幸せにすることはできません。顔を合わせれば辛くなるだけです。彼女のことは空から見守っていくことにします。君っていい男よ、成田くん。そうですかそれじゃあ失礼します。彩香さん、聞いた？中杉デパートの社長交代だって。ちょっとどういうこと？公金を横領してたのがバレたんだと。中杉社長はお縄だし、国税庁の監査は入るし大変みたいよ。それじゃあうちの支払いは？ちょっとやばいんじゃない？そんなまた赤字？太陽を跳ねつけてそびえるビルディング、青空を引き裂いてねじれるハイウェイ、素顔など見せないさ真昼の都会、過ちた偽りを埋め込んだ街、優しさがここじゃ伝えにくい、そうさ増えすぎた魔物たちが邪魔をする、受けてやるわさあこに薄な酒を断ち切って、怒り震え歪められた魂どもよ、私たちも被害者、あんたたちも犠牲者さ、血に塗られた道ならさ覚悟を決めてお祓いしましょう。東京に突如現れた謎の密教集団ハジャ。魔物を次々退治する彼らの前に有限会社は倒産寸前。しかも狩りの警部補には闇の魔の手が襲いかかった。次回有限会社、君を帰れ我が胸に、ラバーカンバックトゥーミー、如月彩香が引き受けます。彩香さん、大丈夫ですか？外れ馬券を握りしめれば降り出す土砂降りの雨、バスは
じゃないのよ。悪は妖怪もののけ、ここにゃうじゃうじゃいるのよ。それが都会よ、それが世界よ。君の不幸が好物や。そんな時には迷わず我が社に電話ください。貧乏神に死神、鬼にハンガにドラキュラ、拝み倒して払い清めて無縁なん成仏。行ったわよ、ロッコ。銀、氷、東、シャ、海、銀、列、大、全、はっ！お見事。お見事じゃない。如月綾香殿、何なのあなたたち。我ら覇者と申す密教集団。私はそれを率いる無教と申す。無教？これよりこの町の魔物怨霊退治は我らが一手に引き受ける所存では。覇者、聞いたことないですね。まったくもう誰なんだ覇者って。ああ、水明さん、ちょっと聞きたいことがあるの。覇者っていう。ただいま水明は日本全国占い行脚の旅に出ております。ご用の方はピーという発信音の後にメッセージを入れてください。元気なばあさんね。ところで彩香さん、早いとここの前の入金頼むよ。彩香さん、ライバルも出てきたことだし頑張ってくださいね。分かってる。いた、あそこ。よし。なんで？
これって請求書ですよ、未払い分の。このところずーっとハジャに仕事取られてますからね。このままだと仕事の依頼もなくなっちゃいますよ。守るくん、朝ごはんまだかな。今日は何かな。日の丸、これって何か？いいえ。遅かったようですな。そんな。仕事来ませんね。うん。はい、有限会社。除霊を払い、よろず請け負います。はい、わかりました。何？電話局から早く電話代払えって。あ。現代社会の裏側で闇にうごめく悪霊たち、今のあなたのすぐ後ろに。そんな時我らハジャがお役に立ちます。フリーダイヤルお払いこいこい、24時間いつまでも。仕事来ませんね。借金取りは来るのにね。あれ？消えちゃいましたね。なんで？電気代払ってませんから。いらっしゃいませ。おタバコお吸いになられますか？お構いなく。ご注文の品は以上でよろしいでしょうか？ごゆっくりどうぞ。ななみちゃん。守くん。ご注文はお決まりでしょうか？ご注文はカリナさん。コーヒー。数珠であっという間に始末。そんなにすごいの？ハジャって。だからアルバイトなんかしてんのよ。あれ？おじさんだらしないな。ほら。ありがとう。仕事を探してみるよ。優香に戻れば何か小さな事件くらいあるかもしれないし、まあ安いけどね、うちの仕事は。明日朝うちの朝香さんに連絡してみて。言っとくから。カリナさん。料金は負けないからね。
坊主がベンツね。儲かるんだな。体連れて行け。奴ら。どうも。連絡がない？昨日から全く連絡が入っておりません。昨日優香に連絡しておくって言ってたのよ。警部補から連絡がないのはいつものことですから。ちょっとなんとかしてよ。今日仕事くれるはずだったんだから。ここは警察ですよ。仕事が欲しけりゃ職安にでも行きなさい。たくいい年して。いい年？あなたに年のこと言われる筋合いはないわよ。生き遅れの大年めのくせに。なんですって？何よ。何よ、仮のおじん。連絡しとくって言ってたくせに。何か用事ができたんですよ。連絡入れるくらい簡単でしょ。連絡も入れられない事情があるかもしれませんよ。あのおじんが？狩野さんは仮にも警部補ですよ。国家を揺るがす重大事件に巻き込まれてても不思議はありませんよ。もしかしたら狩野さん汚名を着せられて逃亡中とか、わずかな手がかりを追ってたどり着いた敵のアジトで捕まって、それでもって今頃山のような大男に。はいはい、拷問を受けてるかもね。あのおじさんがそんなことあるわけないでしょ。そうですかね。どうしたの？あれ、狩野さんの車じゃない。駐車違反みたいですね。ロッコンとナナミちゃんに連絡して。やめろ。よくこんなところまで忍び込まれましたな。なかなか鋭い刑事さんだ。そっちこそ金儲けには頭が切れるみたいだ。力は金にならないと意味ありませんから。待って。マッチポンプなんてすぐにバレんじゃないの？知られたらあなたのようになるだけですよ。刑事さんが駐車違反なんかしちゃって。放置されて丸1日ですか。刑事さんも罰金払うのかしら。それは狩野さんに会ったらよーく教えてもらいましょう。良いざまですな、刑事さん。誰だ？なんとか入れたけど。とにかく狩野さんのところに行かないと。ですが。行こうよ。
しかして迷子？さて話してもらいましょうか。捕まえた刑事さんはどこにいるのかしら。こっち。本当にこっちで良いのですか？最上階ってことしかわからないのに。私を信じなさい。やめろ。どうした？もう終わりか。仕上げは私に。またですか？階段ないですね。なんでこんなわけのわかんない建物作んのよ。それはわしらのような連中を防ぐためかと。これなんだろう。ナナミ殿。何にもないですか。なんだ。よかった。よかったじゃない。綾香殿。行くわよ。何事だ。侵入者です。何？綾香さん。全員を呼び集めろ。は。あまり調子に乗らぬことですね。なんだ。いたぞ。あそこだ。おお、綾香殿。ミラが違います、綾香殿。ここに横穴が。ここはとにかく上よ。こっちだ。なんなのよこの寺は。お待ちしていましたよ。無教狩野さん。よ。これで有限会社も終わりですね。目を閉じて。しもべ殿よ。ロッコ、ナナミちゃん。やれ。
ちゃったかしら。そうでもないようで。もう一仕事ですな。彩香さんは一つ、人の会社の生き地をすすり。二つ、不埒な悪行三昧。三つ、醜いこの世の悪を。退治してあげるからかかってらっしゃい。やれ！キリがありませんな。よくも私の寺を覚悟。このくらいななみちゃんの炎でなんとかなるよね。やった、彩香さん。地獄へ落ちろ！彩香さん！立てるかい？大丈夫？ロコさん、私たちお邪魔。カリノさん、彩香さん。私見たわね。見てない。見た。なんで？